ご理解第54節。徳のないうちは心配する。真徳を受ければ心配はない。まずご神徳を受けたい。ある人は金光教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。愛楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切親愛論のマスターから。今日のご理解にはそのすべてが関係している。例えばこの54節というこの54という数字、そして徳を受けよという真徳を受ければ心配はないというこの教祖様のご理解、そしてまた師匠の一切親愛論のマスターからと、この3つのことが関わっているように思えますね。54とは御用ですね。いわば神様の御用をさせていただく。その神様の御用をさせていただくためには神徳を受けなければならない。ではその神徳を受けるにはどうするか。それは一切親愛論のマスターからだと。こうなるのだと思いますね。私どもが信心をさせていただく。信心をさせていただくということは、そのなるほど一切親愛論のマスターからと言われるように、そのどういう信心をすればよいのか、また師匠が初代がどういう信心をされたのか、あるいは教祖様がどういう信心をされたのか、残されたのか、そのことが分からねばなりませんけれども、ただそれが分かったというだけでは分かっただけなのですね。それでもそのことを伝えることによって、なるほど御用の一端にもなるのかもしれませんけれども、神様が本当に私どもに願われる御用信心とは何か。それは初代の信心がわかる。教祖様の信心がわかる。そしてそこからいよいよ私どもの心が育つところまでいかねばならないと。ただその理屈が分かったというだけでは分かっただけであって、それを身に対していかなければならない。今日の日めくりカレンダーが天地日月の心ですね。その天の心、地の心、日月の心を私どもの心に身につけて、その心が育っていかなければならない。で、いよいよ心が育つとどうなるのか。それはやはり教祖様がそれこそ私にも欲がありますと、人を助けたいという欲がありますとおっしゃられたような、その欲というのが、人を助けたいという願いがいよいよ強くなってくる。これは天の心だと思いますね。そしてそこに天の心の発露となる。また師匠がその取り次ぎ者は、あるいは座り株と取り次ぎ者は座りが良いのを良しとするとご理解くださいましたけれども、結局取り次ぎ者が座り込むというのは、ただ自分がおかげを受けたいから座るというのではない。人様が助かることのためのお役に立ちたいから、そういう御用に立ってくれよという神様の願い、それを対するときにやはり座るという
ことになるのではないでしょうかね。人を助けたいから座るのですね。教祖様もご晩年ですから、月がきれいだからご覧になってはいかがですかと。私がここの席を外れるとおかげを落とす事故がおりますからといったようなことをご理解くださっておられますね。そしてとうとうそのご結界の席を外れなさらなかったようですね。それは人の助かりを願うからのご結界恪尽であったわけですね。そういう心が私どもの中に育っていかなければならないということですね。心が育つ。どういう心が育つのか。人が助かるためのお役に立たせていただきたい。神様の御用に立たせていただきたい。人が助かることのための神様のお役に立たせていただきたい。というその思いが欲というのでしょうかね。情熱とでも言うのでしょうかね。それがいよいよ強くなってこなければならない。そういう心が育ってこなければならないというのですね。ただ初代の信心が分かった。教祖様の信心が分かった。そしてそれを人に伝えるというだけでは心が育っているというところにはまだ少し足りないということでしょうかね。確かにその師匠の信心を、教祖様の信心を伝えることによってそれで人が助かるのだというところに至れば、それはそれで良いのかもしれませんけれども、やはり本当の人の助かりを願う心というのでしょうか。それらのすべてが人が助かりさえすればというところから発せられたものである。そういう人が助かることのためのお役に立ちたい。一人でも多くの人が助かればというところに私どもの心が育っていかなければならないということですね。そういう人が助かるための御用に立たせていただきたい。ためには徳を受けよと。ためにはまずは一切親愛論のマスターからだと。師匠の信心が分かった。教祖の信心が分かったというのは、それは出発点に過ぎないということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。